皆さんこんにちは。ポテチン TV のポテチンでごじゃる。いつもご視聴いただきありがとうございます。へし。お魚の鱗が飛び散る、どうするよ。悩んでいたら、視聴者のかっちゃんさんがこんななんかすごい武器みたいなのを送ってくださいました。ありがとうございます。日頃ね、私が使ってる鱗取り、100均のもうなんかこんな曲がってるこんなヨレヨレのやつを使ってたんです。見かねて送ってくださいました。今日はこれを使っておととい大きな石鯛が釣れたので、試しに鱗これで取ってってみよう。どれほどのものか。全然鱗取りに見えないですよね。よし、石鯛をおいしくさばきましょう。重っ。変身うららやはやはプリア。はい、今回釣れた本石です。ドーン。サイズは55センチでした。重さが3.25だったかな。帰ってきてその日に内臓は出しました。ちょっとガンガゼを食べてる本石だったので、ちょっと匂いがね、ガンガゼの場合はしてくるので、こんな感じでエラ取って内臓も取ってあります。大きいですよね。早速使っていきますの前に、もう一回だけ使い方復習しよう。これなんか魚の種類によって使い方が違うらしいんですよ。なんかこう当てる場所が違うらしい。で、石鯛、マダイはここ使うって書いてあった。で、この端っこの部分はここ使うって書いてあった。鱗飛ばないね。飛ばないね。この鱗取りすごいですよ。全然この辺にも飛んでない。いや、撮影とかしてるとやっぱこう鱗がこうカメラとかにペンって飛んだりするんですよ。レンズにピタってついてたりする。結構へこむのでこれすげえ。うら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 。これめっちゃ気持ちいいぐらいに撮れるんですけど、水しぶきは飛んでるけど鱗は飛んでない。ああ、塩分かけちゃった。このナイフ視聴者の方にいただいたのにごめんなさい。どうしよう。研いだらなんとかなるかな。はい、さばき終わりました。半身は大将のお店に持っていきたいと思います。いつも大変お世話になっておりますので、お礼の気持ちじゃないですけどね、食べてもらえればと思います。で、カマは実家で煮付けにしたいと思います。押し味が LD2500mg を先月買ったので、今日は糸巻きに来ました。もうぜひ見ていただきたい。
色合いが何とも言えない素敵で、このハンドルのところもぜひドアップで見てあげてください。このハンドル、以前使ってたカイコン 3000T のを継承させました。これからもよろしく。ほんとかっこいいでしょもうちょっとテンション上がってしまいました。あ、これスタジオシャンマークさんのやつです。ラインこれ巻いてもらいます。これ視聴者のルルーシュさんが送ってくれました。ありがとうございます。相変わらずルルーシュさんが言えないっていうすいませんでは早速行ってくる。いっとまきいっとまきラン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 。こんにちは。こんにちは。よいしょ。糸巻きをお願いします。かしこまりました。はい、お願いします。はい。お預かりいたします。はい。ちょっと糸巻きの様子見とこう。今回8号300メートルなんですけども、はい、このリール自体が8号250メーターの糸巻き量になるので、はい、50メーターぐらい余るような形で。はい、わかりました。お願いします。はい。今回なんでわざわざ釣り具屋さんに糸巻きしてもらうかっていう理由なんですけど、太めのラインなのでちゃんとテンションかけながらしっかりした糸から巻いていかないと、なんかね、モフモフになってモフモフになっちゃうなんか言い方悪いですけど、モワモワってなってバックランの原因になるから、ちゃんとこういうところでしてもらった方がいいですよって書いてあったから、ちゃんとベテランさんの言うことは聞こうと思って持ってきました。なんかどんどんリールに命が吹き込まれていくみたいな感じでちょっと嬉しいですね。じゃあお願いします。あ、そう、石台用のね、重り買いたかったんですよ。見て見て、重りが大盛りで大盛り上がり。いいですね。夏暑い時期とかは川でね、渓流釣りとか涼しそう。ああいう用のルアーもたくさんあるんですね。種類いっぱい。なんかこんなの私持ってるぞ。なんで持ってるんです一時期渓流釣りしようと思ってたのか。これ言うの。ありがとうございます。あとこれ重りを、はい、大盛りでお願いします。かしこまりました。お預かりいたします。止まってるじゃないですか。止まってる。こちら3点で3180円です。はい。JCB のギフトカードって使えますか？はい、ご利用いただけますよ。はい。とギフトカードひとまずお先にお預かりいたします。はい、2枚あった。ありがとうございます。七夕ですね。大物釣れますようにって書いて帰ろうかな。あ、かわいい。なんかお船が欲しい子がいるらしいよ。やっぱ自分で巻いてたら多分もっとスポワって膨れちゃってるかもしれない。お願いしてよかったです。はい、じゃあこちらで。はい、ありがとうございました。はい、また来ます。糸巻きもちゃんとしてもらえたし、大盛りの重りも手に入れたし、バッチリですね。あとは練習あるのみ。
頑張ります。鹿児島の天文館に新しくゲームセンターがオープンしたらしいので行ってみよう。オープン、リニューアルオープン、ちょっとわかんないけど、なんかすっごいいっぱいあるらしい。帰りに崩落まんじゅう買って帰ろう。すっごく美味しいんですよ。いい匂いする。3個ぐらい食べれる。個人的には白あんが好きなんですけど、みーちゃんとかポコタとか、あとカメラマンさんもなんか白あん、なんで白あんって言われるんですよね。すごい触りたくなるよね、これね。真剣白羽鳥。でも触らないでって書いてあるからダメですよ。絶対こうする人いるよね。ちかわがいるけどうさぎとモモンガはいない。かわいい。うさぎバージョンとモモンガバージョンも作ってください。よろしくお願いします。あーかわいい。これ視聴者の川崎さんがうさぎとモモンガを送ってくれました。ありがとうございます。なんかついつい UFO キャッチャー見ちゃってますけど、今日の目的はガチャガチャなんですよ。確実に何かもらえるやつ。でも UFO キャッチャー見るのだけでも楽しいですからね。なんかすっごいたくさんあるね。うまかっちゃ入ってる、うまかっちゃ。これでまだ1回半地下みたいな感じ。両替していこう。ガチャガチャコーナー。あっち変わった。このモモンガかこのウサギが欲しい。ウサギモモンガ、ウサギモモンガ、ウサギモモンガ。ちいかわが出ました。芋蒸しパン食べてる。芋蒸しパン。発音間違えると危険な食べ物になりますから、もう一回やる、もう一回。このカプセルの色はウサギっぽいぞ。ウサギっぽくない？違った。シーサーだった。残念、ウサギとモモンガは出なかった。こちらのマシン、アームの数が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10本も。お、綾波レイだ。めぐみん、チョムスキが頭に乗ってる。かわいい。なんか最近の UFO キャッチャーの景品はクオリティ高いですよね。あ、ゆるちゃんかわいい。あ、チョッパー出てる。チョッパー。いっといでバカ息子。おおのやつだ。すみません。すいません。あ、これチョッパーに変えてもらうことできますか？チョッパー変えてもらいました。
がとうございます。取れるかな。こういうの苦手なんだよね。あ、全然入んなかった。センスがないのが。もうちょっとこっち行って、もうちょっとあっち。今どう？あれやっぱなんかさっきよりダメじゃん。どうしよう下手すぎる。どう？せめて穴に入った。はい、全然でも30度ぐらい傾いた。これさ、あと何回やれば取れるんだろうね。絶対あと1回じゃ取れる気しないっていう自信のなさが握りしめた小銭でわかるっていう。あと500円でも取れないと思うけど、でも意外と1回で結構動くんですよ。あ、いや、もうちょっと思いっきりやる。どうだ。今度はちょっと行き過ぎた。これ難しいよ。だってなんか距離感わかんないもんな。あ、ダメだ。これダメだ。もう泣いていいですか。ブー助けて。あと1回やったら諦める。あ、ダメだ。もう全然ダメだ。絶対一緒に UFO キャッチャーに行っちゃいけないやつ。ああ、可愛いのいっぱいあるのに。楽しかった。取れなかったけどね。小豆を1個と白あんを2個ください。小豆1、白2で330円。はい。やった、久しぶりだ。もうあっという間に夏ですね。先日釣り具屋さんでリールの糸巻きもしてもらいました。いよいよこれから LD キャスティングを始めるにあたって、まずは私にとっての適正ドラ口を決めたいと思います。ドラ口はライン強度の3分の1もしくは4分の1に設定するのが基本なのですが、現在 PE ライン8号を巻いてますので、4分の1にしたとしてもとんでもないことになります。これでもし大きなお魚がかかった場合、私は海に引っ張り込まれて一緒に泳ぐことになると思います。そうならないために今日はカメラマンさんにお魚になってもらうことにしました。大きなお魚だな。魚がかかってストライクポジションでドラグを出されながら、まずは安全にファイトできる体勢をとります。そこからレバードラグをフルにした時でも安全にファイトができるドラ口を探します。タックルもしっかり組み終わって準備万端です。今回この公園の利用許可を取るために確認をしたところ、ルアーを投げることはしないでくださいということだったので、とりあえずキャストフォームの練習をしています。早く実際にルアーを飛ばしたいです。キャストフォームの練習をしてみて、ここで指を離せばより遠くに飛ぶぞってタイミングが明確にわかる気がしました。ルアーが飛び出したがっているんだ。ブークスクス。多分私の場合は
石鯛釣りでベイトキャストを何年もしているからかもしれません。石鯛釣りしてて本当に良かった。へいお待ち、ドラッグチェッカーつけていきます。これドラグ15キロまで測定できるやつです。ロッドのスペックが最大ドラグ9キロとなっているので、それ以下で設定していきます。9キロ。石鯛リールの最大ドラグ値が12キロ。いつも石鯛釣りの時はドラグガチガチでやっているので、9キロだと弱い気がしなくもないのですが、これって9キロ以上ドラグかけたら竿が折れるってことなんでしょうか。詳しい方いたら教えてください。とりあえずストライクポジションを 3.5 キロに設定してみました。フルポジションのドラグ値も測っていきます。7.5 キロになりました。竿にかかる負担は魚がかかると確実に 7.5 キロ以上になるので、これぐらいで様子を見てみます。カメラマンさんが遠慮して走るのをやめてくれました。このドラグ値では余裕だったので、次は大いに走ってもらうことにしました。なんとか耐えられますね。もう少しドラグを締めてみます。フルポジションを8キロにしてみました。耐えられるには耐えられましたが、竿が折れないかすごく心配なので、フルポジション 7.5 キロで決めたいと思います。ひとまずドラグ調整も終わりまして、これからはですね、結構、長期間かかるかもしれませんけど、 LD リールでキャスティングの練習をして、最終目標としてはショア GT をね、すっごい大きなロニーアジを釣ることをもう目標に頑張ります。はい、今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆さんお会いしましょう。ポテチンでした。またね、バイバーイ。これからこの子よろしくお願いします。イカスで